皆さんこんにちは、プラセボです。今回はイベントの全開アタックをご紹介します。先日ね、私参加してきたんですけれども、女子会 vs 親父会というイベントがありまして、これはですね、なんと女性プレイヤー50人対男性プレイヤー50人でね、ノーマルモードで行われたフレンド対戦になります。私女性チームの方から参加しまして、でね、残念ながら女性チームはね、かなりの差でね敗退してしまったんですけれども、こちらね、その女性対男性ということだけではなく、実はですね、ユニットの縛りを設けてまして、それがこちらになります。ゴレホグかゴレウィズかでアタックしなければならないという縛りがありまして、どちらでも大丈夫なんですけれども、ゴレホグの方はゴーレム2体ホグ10体を必ず入れなければいけない。そしてゴレウィズの方はゴーレム2体ウィザード8体入れなければいけないという縛りがありまして、でね、これ前回出るのかなってすごく半信半疑だったんですけれど、前回出ました。見てください、これ。男性チームはね、星3つ43出てます。女性の方は26で、この中からですね、よりすぐりのアタックを今日はご紹介していきます。まず1つ目のアタックご紹介します。男性チームからキャロレニスさんのアタックですね。でね、これ再生する前に説明していきますと、オーブンラッシュにゴレホグを加えている形になるんですけど、最初ね、ウォーデンが出てきます。そのウォーデンの挙動にご注目ください。まずね、ウォーデンが4時側から出てきて、でここでアイスガードで攻撃を無効化してファイアボールを落として、そしてリターンで回収していくんですよ。で4時側を、フックタワーを含め深くカットをして、3時側から再スタートをしてオーブンがセットされました。オーブンのファイヤーマイトとともにウォーデンが進んでいきます。ウォーデンのオーラとレイジジェムの影響を受けて、ファイヤーマイトがね、ぐんぐんと防衛施設をカットしていきます。そして相手のキングもね処理していきます。そしてゴーレム2体出てきました。10日兵舎も6時側からセットされて、キングクイーンはモノリスの区画に入っていきます。ゴーレムを縦にしながら進んでいきます。その間にウォーデンは12時方向に進んでいきます。インビジブルを当てつつモノリスをキングクイーンで壊していき、ここでキングが能力を使って一気に壁を壊して、クイーンがタウンホール前に踊り出てきました。そしてオーブンが10日兵舎からもね出てきます。さらにロイヤルチャンピオンが12時側、9時からはホグライダーがね出てきました。残っている防衛施設を壊していきます。この2時側と6時から出てるファイヤーマイトもね、とても効いてますよね。施設を次々と壊して取りこぼしがないようにね進んでいきます。でここでロイヤルチャンピオンは落ちてしまったんですが、最後ウォーデンが残っていました。ファイヤーマイト回収ユニットとともに最後まで
残っている施設を回収していきました。2つ目のアタックご覧いただきます。今度はゴレウィズのアタックご覧いただきます。こちらも男性チーム KK サブさんのアタックになります。ゴールデンヒーラーがスタート。インビジブル4枚からのファイアボールを打っていきます。今回ね、ファイアボールを使ったアタックすごく多かったんですよ。ゴーレムでしっかり防衛施設のターゲットを取れるので、ドームの必要がないっていう感じで、ファイアボールをね、使われる方が多かったのかなと思っています。さあ、ここからゴーレム2体、クイーン出てきました。KK サブさん、ゴーレム3体セットされて、さらにタイタンですね。タイタンもセットされて、タウンホール前からスタートしていきます。で、他はね、ご覧ください。他取り立てて、なんて言うんでしょう。こう、主力ユニットはなくって、本当にゴーレムとウィザードで乗り切っていくアタックになります。ゴーレムでロイヤルチャンピオンをね、最後までしっかりと守っていきました。で、これ私のね、村なんですけど、フックタワーがすごくいい働きをしてくれて、次々とね、ユニットをね、捕まえていきますよね。なんですけど、このロイヤルチャンピオンをね、しっかりと最後まで守っていくことで展開を取ってきました。 KK サブさん、壁外はウィザードでしっかりカットしていきます。スパババとウィザードでね、さらにインビジブルをロイヤルチャンピオンに当てつつ守りながら最後まで防衛施設壊していきます。ロイヤルチャンピオンが、アイスガードも用意していましたけどいらなかったですね。こちらもね、お見事でした。ラストは女性チーム KOAS さんのアタックご覧いただきます。編成は、ゴレホグにスーパーホグライダーをね混ぜたものになってます。まずはロイヤルチャンピオンで区画カット。12時区画を削っていきます。防衛軍にはポイズンをかけつつ、ロイヤルチャンピオンはリターンで回収。そしてウィザードでカットを入れつつゴーレム出てきました。ゴーレムの後ろからクイーンがスタート。防衛軍のアイスゴーレムを処理していきます。さらにゴーレムを追加してその後ろからキングがスタート。さらに3時側からはウッドランチャーがセットされてキングクイーンで、2時3時を区画カット進めていきます。ウッドランチャーがモノリス、マルチ IT にダメージを与えつつ進んでいきます。キングが能力を使い、クイーンも能力をね発動していき、しっかり1時から3時側をカットしたところでスーパーホグライダーがスタートしていきます。ここで1つ目のヒールを当てつつクエイクで6時区画の防衛施設ダメージを与えて、ぐるーっと7時方向にホグライダー進んでいきます。ここでトームノーマルホグライダーも脇からね防衛施設を回収しながら進んでいきます。相手の防衛キングも待ち構えてましたが、これも処理しつつロイヤルチャンピオンが残りの施設を壊していきます。
回収はキングとウィザードが壊していきます。こちらもね、ナイス全開でした。コアスさんっておっしゃるのかな。 KOAS さん、見事でした。こんな感じでね、行われてきました。でもすごく勉強になりましたというか、ノーマルモードだとまだまだユニットの使い方、いろんな可能性を秘めてるんだなっていうのが分かりました。どうしてもね、今流行りのユニットとかね、呪文とか使いたくなっちゃいますよね。でもそうじゃなくても全開を取って楽しむことができるんだなっていうのを今回のイベントでね、分かることができて、本当に参加させていただいてよかったと思います。で、こちら3ヶ月に一度行われてまして、次回はね12月になるかと思います。興味のある方はぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。それではプラセボがお送りしました。皆さんさようなら。